北海道の話なんですけど、はい。病院っていう、それ何市になるんですか？何市かどうかちょっと忘れちゃったんですけど、はいはいあるんですよ。病院っていう、ところが。はい。そのもうなんか心霊スポットらしくて有名らしいんですよね。廃屋病院なんですよ、ね。ああ、以前経営してた、今は廃病院。結構大きな病院なんですか？はい。総合病院みたいな。そうです、はい。で、そこで、なんか、肝試し行くとか、そういう心霊スポットとしてめちゃくちゃ有名らしくて、はい。その時も、友達4人で、じゃあ行こうぜって言って、そのどっかでご飯食べた勢いのノリで、じゃあ行こうぜって言って行ったらしいんですよ。はい。で、病院に。で、もう、入り口とかは、なんか、鎖で、もう巻かれてて、もう、その正面玄関とかからはもう入れないようになってるんですよね。で、それが、1階の一番奥の手術室から入れるらしいんですよ。だからこうなんかこう下に置かれてるなんか木くずとか椅子とかを伸びて、この小さい窓があるらしいんですけど、そこを開けて、そこから入っていくらしいんですよね。で、その友達4人で入っていって、ここが心霊スポット出るらしいぞ。ここがってやばいらしいよ。って言ってみんなこの手術室見て、じゃあ病室見て、霊安室見て、で、1階、じゃあ2階行こうって言って、2階見て。で、その各階見てたわけらしいです。はいはいはい。で、まあ一通り、その病院の施設内、全部の部屋行きました。まあもちろん入れるとこもあれば、入れないところもあるけども、でも友達4人で見てて、何も起こんないのよ。そんな別にみんなが言うほど大したこともねえな、みたいな。で、まあみんな若かったんで。はい。で、どうするって言って。もっと見るでもどこも見たよなって言ってたら、ドーンって、はい、もうありえないぐらい大きい音が、この静寂の病院の中でしたらしいんですよ。はい、うわーって言って、出ろ出ろ出ろって言って、階段降りていって、まだそこの最後の窓から出て行って、で、車までたどり着いて、はぁ、今なんだって言って、ありえない、お前なんかやっただろみたいな。いや、俺は何もやってない。いや、でもあんなお前、誰かが音鳴らさないとあんな音なんないだろって、何もいなかった、誰もいなかった。俺は4人しかいない、みたいな。いや、何もやってない。あれあいついないじゃん。3人しか出てきてないんですよ。1人いないですね。1人、あれなんとかあいつどうしたんやと。おい、腰抜かして倒れてんちゃうかみたいな。なんで連れて帰ってやれへんねんって。いや、お前それどころやなかったやろって言って。おい、もうあいつも情けねえなみたいな。じゃあまた連れ戻しに行くかって。で、お前そんな、あんな大きな音して。いや、ひょっとしたらあいつがこけたのかもしんないじゃんって。だからちょっともう、連れ戻しに行ってやろう。な。そんなもん、まあ、かわいそうや、1人で。って。で、もう一回そっから、窓からよじ登って入っていって、で、見回して。で、とりあえず廊下伝わって階段をって言って。いないんですよ。でもその一本道しかないんですよ。出るのはそこしかないんですよ。で、いや、またじゃあ部屋とかに入ってるかもしれないから、じゃあもう一回全部探そうって言って、一通り、じゃあ手術室から、霊安室、病室、ナースステーション、全部、見ていって、おい、なんとか、おい、出てこいよ。おい、どこにいんだよ。どこにいんだよ、みたいな、まあ、こだますだけですよ。もうなんか響くぐらいですよね、反響するとかね、音が。でも、全部探したのに、いないんですよ。でも、病院の前に車を止めてるから、その、病院から車に行くまでにいなくなることもないんですよ。どこもいないぞ。やばくないかって。で、警察に電話して。そっから。いや、こうで、病院で肝試ししてたら、いきなり大きい音が鳴って、で、そして、慌てて僕らは逃げてきたんだけども、車まで来たら、そのなんとかっていう一人いなくて、で、その後も、敷地内全部探しましたけど、いないんですって、警察が来たらしいんですよ。いっぱい。で、説明して。でもちょっと今暗いから、じゃあ、
もう夜中もう朝方だったんで、それも探して。じゃあ日が明けてから捜索入るから、じゃあもうちょっと待っとこうってなって、日が明けてから一気に人も増えて、その病院捜索したんですよ。みんなで警察も含めて。でも、どこにもいないんですよ。倒れてるわけでもなければ、どっかに隠れてるわけでもないですし、何かに落ちたわけでもなければ、どこにも敷地内、もちろん病院の中、病院の周りの敷地内、もうありとあらゆるところ、探してもいないんですよ。君たち本当に4人で来たのかと。いや、4人で来ましたと。最初からお前、馬鹿されてんじゃないのか。いやいや、ちゃんと4人で来ましたと。でも、いなくなった。まあでも、こんなに探してもいないんだから、一人で帰ったっていうことはないのか。いや、でも車で来てて、あいつが一人で帰れるなんて考えられないです、みたいな。でも、とりあえずはもう、じゃあ、今日はみんな家に帰れと。ひょっとしたら帰ってるかもしれないだろうって言って、解散になったわけですよ。でももちろん、そいつの家にも、そいつは帰ってきてないんですよ。で、1ヶ月経ち、2ヶ月経ち、いないんですよ。そいつが。どこにも。もちろん病院にも。ってなった時に、そいつの実家。夜ですよ。ピンポーンってインターホンだったんですよ。で、家族が。はい。出たら、いなくなったそいつが立ってたんですよ。玄関に。しかも真っ黒な髪だったのに、真っ白な髪になって、数ヶ月で。立ってたんです。おい、なんとかお前、どこ行ってたんや、みんな心配して探してたんだぞ。パタッと倒れて、玄関で。意識不明です。入院です。ずっと。で、またそこから、数週間、数ヶ月、意識も回復することなく、いきなり真っ白な髪になって帰ってきて、ずっと病院で。寝たきりですよ。でもまあ一応帰ってきたと。でもどこ行ってたのかもわかんないと。で、ある時にですよ。病室でパッて目を開けたらしいんですよ。病院で死にたかったのに。って言って死んだらしいです。それで亡くなられてしまったんですか？家に帰ってきて倒れて、そこからずっと意識が戻らなかった。でも最後に意識戻って、一言言って亡くなられてしまう。その病院で死にたかったのにって言って亡くなったらしいです。すごい話ですね。やばくないですか？でもそれが、もうその人が体験したやつなんで。そうですよね。これ何年ぐらい前の話なの？いや、でももう僕が聞いたのが、もう15年は前の話なんで、多分15年から20年前ぐらいの話だと思いますけどね。何があったんでしょうね。だからどこに行ってたかもわかんないんですよ。そうですよね。で、いきなり数ヶ月で真っ白な髪になってたっていうんで。なんか人間すごくストレスを感じたり、恐怖を感じた時にそういう風になるなんて話聞いたことありますけど、でもそれでね、数ヶ月経って帰ってくるっていう。その間どこにいたのか。行ったのかも誰もわかんないんですよ。喋ってないんで。意識もね、失ってしまったわけです。で、その病院で死にたかったって言って亡くなったらしいんですよ。でも全てが謎なんですよ。だからこそめちゃくちゃ怖いですね。とんでもない話ですね。いや、これはとんでもないと思って、僕が今まで聞いた話の中で一番とんでもなかったですね。身近で。しかも知り合いの人が体験して。いや、もう考えても、どういうことだろうって全然想像がつかないというか。なんか本当にそれこそ消えてしまったっていう時に、なんか時空の歪みか何か違う異世界に引きずり込まれてしまったのかな。ダーンって音っていうのは、ダーンって連れてかれた、その世界に、っていう音なのかなとか思ったりもしたんですけど。そのまま行方不明になっていなくなってるだけだったら、まあいろんなのが想像できるんですけど、帰ってきたっていうのが。そうなんです。しかも実家にね、
ちゃんと帰ってこれたんですよ。はい。で、自分で帰ってきたはずなのに、はい病院で死にたかった。はい。でもその病院はもう廃屋っすからね。営業してないんですもん。なんですかね。その病院で死にたかったっていうのも、その方の言葉なのか、もしかしたら、その病院で以前入院されていた方に入られた人の言葉なのかとか。いや、でもこれこそ実話怪談というか、考えても本当にわからない。わからない。はい。しかもね、何か説明してくれればよかったですけど、何も説明してくれてないんで、その知り合いの方もわかんない。そう、ご家族なんかやっぱり、捜索願いとか出してたわけですもんね。そうです、はい。でやっと帰